さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、スプライトの光沢表現についてです。ユニティ公式のサンプルプロジェクトで、ドットプロダクトノードを使用して、スプライトの光沢を表現する方法が紹介されていました。架空の光源で、スプライトの光沢を表現できるようです。2D プロジェクトのライティングで活用できそうかなと思ったので、とりあえずサンプルを試してみることにしました。ユニティ公式のサンプルプロジェクトについては、アセットストアから無料でダウンロードできます。今回試すのは、パズルゲームのサンプルプロジェクトですね。スプライトの光沢表現については、シェーダーグラフで作成されているので、まずはシェーダーグラフの中身を確認してみます。シェーダーグラフはスプライトカスタムリットが選択されていますね。ノーマルマップやドットプロダクトを使用して、ライティングを計算している部分です。ノーマルマップのプロパティは、モードがノーマルマップになっています。サンプルテクスチャーのタイプについても、デフォルトではなく、ノーマルに変更されていますね。ライトの向きはベクター3で設定されています。サチュレート濃度は入力の値を0と1の間に固定して返すので、0以下の値は0、1以上の値は1として返されます。続いては、オブジェクトの滑らかさを設定する部分ですね。オブジェクトの表面が滑らかであれば、鏡のように光を反射しますが、表面に凹凸がある場合は、光が拡散されて、ぼやけた表現になります。スムーズネスの値を操作することで、表面の滑らかさを制御できます。続いては、スプライトを設定する部分ですね。メインテクスチャー、ノーマルマップ、マスクテクスチャーをサブグラフに接続しています。サブグラフの中身を確認すると、左のような感じでした。それぞれのテクスチャーから、色情報、マスクマップ、ノーマルマップ、透明度を出力しています。続いては、2D ライトを設定する部分ですね。2D ライトテクスチャーノードでは、ライトのブレンドモードを選択できるので、サンプルプロジェクトの設定を確認してみます。2D レンダラーのライトブレンドスタイルを見てみると、乗算、加算、乗算のマスク、加算のマスクという感じで合成できますね。ライトブレンドスタイルについては、ライト 2D コンポーネントのブレンドスタイルで設定できるので、ライトごとに乗算や加算などのブレンドモードを指定できます。
シェーダーグラフを見てみると、マスクマップについてはライト 2D のマスクとしても使われていますね。ノーマルマップと透明度についてはフラグメントに接続しています。最初に計算した光とライト 2D の光を加算のノードに接続して出力をフラグメントに接続しています。これでシェーダーグラフの中身は確認できたので、続いては架空の光源を設定するスクリプトを見てみます。シェーダーグラフでライティングを計算するときに使用したプロパティですね。サンプルプロジェクトではライトローテーターというオブジェクトに画面のスクリプトをアタッチして光の向きを設定していました。アニメーションでオブジェクトを回転させることでスプライトの光沢を表現する感じですね。とりあえずはライティングの仕組みを調べることができたので、エディター上で動作を確認してみます。架空の光源でスプライトの光沢を表現していますね。サンプルプロジェクトと同様の設定で敵ユニットのノーマルマップを作成して光沢のシェーダーグラフを適用すると左のような感じで同様の結果が得られました。ということで本日はシェーダーグラフを使用してスプライトの光沢を表現する仕組みを試してみました。ご視聴ありがとうございました。